追放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂。第77話、乾杯する勇者たち。彼らと最後に会ったのは、もう何ヶ月も前だった。この世界に召喚されてから、ゆっくり腰を据えて言葉を交わしたことなんて、一度もない。互いに別々の戦場で戦い続け、ただ遠くの報告書や噂だけで存在を知る。そんな関係だった。今さら、どんな顔して会えばいいんだか。喉の奥で小さく自重の笑いが漏れる。笑いともため息ともつかないそれは、街に染みついた火薬と血の匂いに溶けていった。背後で軽い靴音が止まり、セレスが肩越しに声をかけた。肩に余計なテンションがプラス 2% ってとこね。数字で言うなって。あなたは彼らとは違う形で戦ってきたわ。でも、その結果が今、この街を救ったのよ。そこに、誇りを持ちなさい。セレスの皮肉めいた口調が、今日は少しだけ柔らかかった。リーナもくすっと笑う。にゃー。ユーマがそわそわしてるの。久しぶりに見たかも。そわそわしてないってば。ただ、考えてただけだよ。ユーマは苦笑して肩をすくめた。やがて、仮設の広場にざわめきが走った。王国軍の青いマントをなびかせた一団は、石畳を踏みしめてこちらへ歩いてくる。先頭に立つのは坂本和正。その横に青山美咲。少し後ろに高橋健吾。鎧は血ぼこりにまみれ、傷だらけ。それでも、3人の眼光は戦場をくぐり抜けた者だけが持つ、研ぎ澄まされた輝きを失っていない。イオナスの兵士たちが、自然と道を開けた。誰もが知っている。王国に召喚された勇者たち。伝説の担い手である3人が、今、この焼け焦げた街に足を踏み入れている。ユーマはゆっくりと立ち上がった。久しぶりだな。自分でも驚くほど、声は落ち着いていた。鉄と血の匂いがまだ漂う街の中で、まるで時間がゆっくり巻き戻ったような錯覚に陥る。カスマサがユーマを見据える。わずかに目を細めたが、かつてのような軽蔑や敵意は、そこにはなかった。ただ、戦場を生き抜いた者同士だけが共有できる。冷たく、しかし深い視線だけが残っていた。ここがお前の戦場か。短い言葉に、ユーマは静かにうなずいた。剣を隠し元をほころばせ、いつもの調子で言った。すげえじゃねえか。ユーマ、あのホフマ賞を落としたって話、もう噂になってるぜ。その言葉に、茶化す色はなかった。純粋な、認めざるを得ないという響きだけがあった。それによ、お前がくれたあの盾、あれがなきゃ、今頃俺の腕はなかった。美咲は穏やかで、どこか優しい瞳でユーマを見つめる。イオナスが持ちこたえたのは、あなたがここにいたからよ。ユーマはわずかに目を伏せ、首を振った。違うよ、俺一人じゃない。ここにいる誰もが一致だった。全員が命を懸けて戦ったんだ。カスマサは何も言わず、腰に下げた剣、ユーマから受け取った劣化の葉に視線を落とした。葉はまだ赤く熱を帯び、戦いの余韻を残している。助かったぜ。それだけ。短くつぶやく。かつてならケッツで口にしなかった言葉が、今は素直にこぼれた。ユーマは小さく笑った。道具が勝手に戦うわけじゃない。お前たちの腕があってこそだよ。それ以上、言葉は続かなかった。戦いを生き延びた者たちの間にだけ流れる。奇妙で、でも心地よい静寂が訪れた。剣吾が両腕を組み、肩をすくめて笑った。まあ、何にせよこうしてまた会えたのは、悪くねえ。ゆっくり話したいもんだな。美咲も頬をほころばせ、柔らかく微笑む。そうね、この街でふといくつけるのは、きっとそのためかもしれないわ。やがて、剣吾が目を輝かせてにやりと笑った。野暮用が片付いたら、一杯ぐらい飲めるんだろう。カ
私もここに長居はできない。戦力の把握と作戦を伝えに来ただけだからな。だが、その声には以前のようなトゲトゲしさはもうなかった。むしろ、認めざるを得ない。そんな、静かな敬意のような響きが込められていた。ユーマはその視線を追いながら、小さく返す。そうだな、俺たちも、まだ途中だからな。美咲が一歩近づき、優しい笑みを浮かべた。でも、こうしてまた同じ場所に戻ってこれたわ。あの時より、ずっと強くなってね。ケンゴも力強くうなずく。はあ。全員な、リオナスの夕闇の中で、4人はしばし立ち尽くした。かつて同じ世界から召喚されながら、別々の道を選んだ者たち。その距離感は、まだ完全に埋まりきってはいない。だが、今この焼け跡の町で、彼らの道は、再び交わった。遠く、王国軍の旗が言う風にはためく。戦いはまだ終わっていない。けれど、ここに確かに、一つの節目が訪れていた。日が完全に沈み切ると、リオナスの町は一日の緊張をほどいたように静まり返った。あの地獄のような戦場が、まるで遠い夢だったかのように思えるほど、枯れ木の山と焦げ跡はまだ残っているが、仮設の灯りが並ぶ通りには、わずかながら笑顔と人々の声が戻りつつあった。ユーマは救護所からの帰り道、ふと背後を振り返った。そこには、カスマサ、ミサキ、ケンゴの3人が並んで立っていた。ほんのり漂う香草と酒の匂い。この町が、まだ確かに生きている証だった。今夜くらいは、落ち着けるんだろう。ケンゴが肩をすくめて目を細め、にやりと笑った。ねえ、ミサキが淡い。優しい笑みを浮かべる。せっかくだから、4人で飲みに行かない？私、ちょっと着替えてくるわ。カスマサは渋い顔のまま、観念したように大きく息を吐いた。明日はお給日だまあ。いいだろ。その後、作戦会議を簡単に済ませ、夜が更けていところ、4人は、リオナスでも不覚的無事だった。裏路地の小さな酒場へ足を運んだ。店内は戦士や市民でごった返していたが、風に奥2階の隅に空いたテーブルを確保できた。美咲は戦場の重装備ではなく、淡い灰色のワンピースに着替えていた。髪を軽くまとめ、首筋には銀色のペンダントが深い目に輝いている。ほんの少しをめかししたその姿は、戦場で見せる鋭さとは打って変わって、ひどく柔らかく、優しい印象を与えた。似合ってるじゃん。ケンゴが素直に言うと、ありがとう。美咲が小さく、照れたように笑みを返す。その笑顔が、ユーマの胸にそっと残った。ユーマは何も言わずジョッキを手に取り、視線をそらす。だが、耳の奥にかすかな熱が、じんわりと残ったままだった。4人は木製のジョッキを高く掲げ、軽く、けれど確かに乾杯した。カチン。戦場の張り詰めた空気が嘘のように、ビールの甘い香りがテーブルを包み、心地よく和ませていく。こうして普通に飲める日が来るとは思わなかったな。ケンゴが豪快に喉を鳴らし、一気に飲み干す。次の戦いまで、ほんのわずかでも息抜きが必要だと思ってね。美咲が優しく笑うと、ユーマの方に視線を向けた。あなたも、ずっと走りっぱなしだったんでしょう。まあ、道具作りばっかりで肩は凝ってるかな。ユーマが自重気味に苦笑いすると、ケンゴが吹き出した。冗談になってねえよ。それにしても、カスマサがジョッキを軽く掲げ、静かに口を開いた。城塞でもないリオナスを、ここまで持たせるとはな。俺たちじゃ、到底無理だったろう。ユーマは肩をすくめ、穏やかに返す。お互い様だ。お前たちが北部で踏ん張ってくれたおかげで、こっちも息ができたんだ。
口元にかすかなしかし確かに笑みが浮かんだ。こいつがいなければ俺たちはもっと苦戦していた。まあな。その一瞬、かつての険悪な空気はもうほとんど残っていなかった。むしろテーブルを囲む空気が少しずつ溶けていくのが分かった。互いの立場、互いの力を認め合った結果生まれた奇妙でも心地よい信頼感。それがようやく芽生え始めていた。やがて話題は自然と装備のことへ移っていった。そういえばよ、ユーマ。ケンゴが豪快に笑いながら自分の巨大な盾を床にドンと置いた。なあ、例の進化、もう一回頼めねえか。私も。美咲が微笑みながら長杖を軽く掲げてみせる。前にもらった炎光のランタン、今でも大事に使ってるの。それにこの杖ならどうなるのか、かなり興味があるわ。ユーマはジョッキを置き静かにうなずいた。ああ、もちろんそのつもりだ。でも身のところどんなものができるのかは俺にも選べないんだ。ああ、聞いてるよ。カスマサが低く落ち着いた声で言った。以前のような疑いやトゲはもうどこにもなかった。それでも前にもらったこの剣は予想をはるかに超えてすごかった。そう言ってカスマサは腰の劣化の葉の柄に軽く手を置く。葉はまだかすかに熱を帯び、卓上の明かりを赤く反射していた。ケンゴが目を輝かせて身を乗り出した。選べないってところが逆に燃えるんだよ。次はどんなチート装備が出てくるか楽しみで仕方ねえぜ。そう言ってジョッキを豪快に煽る。美咲も照れくさそうに頬を緩めながらユーマをまっすぐに見つめた。私もどんな風になるのか今からドキドキしてる。ユーマは少し顔をあからめ視線をそらすとジョッキを軽く掲げた。肩愛されるとプレッチャーだけど、まあせっかくだからやらせてもらうよ。4人のジョッキが再び軽く触れ合い、小さなでも温かい音が響いた。戦場の外でこうして笑い合える時間が訪れたこと、それだけで今夜の酒は格別にうまかった。続く次回第78話、原滝屋をもんじゅうぜ。